こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ウィザーをあっさり倒し、念願の一つ目のビーコンを手に入れました。倒すまでの過程がやたら長かったけどね。まだまだマイクラは深いです。でも結果は出せたので満足です。さて今回はいよいよ東北の地図6枚の遠征です。冒険の時間の最後のバイオーム、前人未到のメガタイが発見に挑みます。6枚程度の探索で見つかるかしら。さすがに大丈夫でしょう。息抜き企画の方で分かりましたが、本来メガタイガは割と見つかりやすいはずなんです。で、この東北の探索地までの途中にメサがありますが、帰りがけにビーコンを活用して建築材を集めることも予定に入れています。手持ちの地図がかさむから、ごっそり持ち帰るのは難しそうね。そこで考えました。やっぱりここはネザーワープを利用するべきなのでしょう。座標を見ずに、ネザーワープのルートを構築するってこと？細かく位置を調整するのは無理ですが、でもメサにネザーゲートを作って、そこからネザー経由でここまで戻ることなら可能だと思うんです。で、後からルートを補強して、メサと行き来しやすくします。うまくいくかしらね。さてでは早速東北の遠征に出発です。ちなみに気分は結構乗ってます。早くもメガタイガが見つからない流れじゃないの。なお今回の遠征では、様々な対策を講じています。その一つはシルクタッチシャベルの持参で、移動中にもコツコツと粘土を回収していきます。それが何の対策になるのよ。さらには小麦などの実績解除アイテムを持参しており、移動中にちょこちょこと実績をこなしていきます。要するに遠征が無駄にならないようにするための対策ね。まあメガタイガは見つかるはずなので念のためです。さて、探索の目的地までは8キロもあってまだまだ遠い道のりです。そろそろ豚さんにもご協力願いましょうか。というわけで、まずはテイク1。つまり失敗するのね。人工の崖を一段高くしてテイク2です。さらに崖を一段高くし、テイク3です。シーンが少し長いから成功フラグね。よし、マイクラから OK がもらえました。さてその後は個人的にはやや苦手意識のある屋根状の森を抜けて、時々モブが湧くものね。後で立ち寄るメサが生成されている地図から北に向かい、そして唐突に現れたクリーパーを颯爽とかわし、つまり、剣を構えるのが間に合わなかったってことね。そしてはるばる、東北の遠征地点に着きました。ここからが地図34枚目です。一面真っ白ね。ちょいとまだ寒い気候が出やすいんですよ。建築材集め用の樹氷表現を、地図33枚目でようやく見つけているので、物欲センサーの影響が残ってるのね。さて、6枚の地図の探索ルートなのですが、やはりこれまで同様に、デコボコルートを使うことにしました。この探索方法本当に意味あるの？まっすぐに直線の方がルートの道のり短いわよ。これまでの経験ではデコボコルートは、キノコやメサが出やすくメガタイガが出にくいことがわかっているんです。なら余計使えないじゃないの。さて、では新規開拓開始です。まずはメガタイガ生成がありえない寒い気候をさっさと走り抜けてしまいます。でもその前に、今しがた地図作った時に見つけた溶岩だまりに立ち寄ります。で、10個の黒曜石を掘りました。これメサに立てるネザーゲート用よね。早めに見つかってよかったです。で、確かに10個ゲットしましたが、ここでベッドを使おうとインベントリから取り出した時に、今ひょっとして取り立てほやほやを落とした？痛恨のうっかりです。ちなみにここで落としたことに気づいたのは、かなり後のこととなります。さて先に進んで、34枚目では寒い気候を抜けられませんでした。35枚目に進みます。随分広がってるのね。
うおー、これ宙に浮いている積雪ですよね。まあよくある重力制御装置付きね。で、前々から確認しなきゃと思ってたのですが、乗っかっても崩れないんですね。強度も十分のようね。一応これで今後は、白いところは安心して踏み込んでいけそうですが、一末の不安はまだあります。宙に浮いている積雪って、時間経過で消えたりしないですよね。ラグさんの関与を疑ってるの？さてさらに進んで、なんでだか未だに寒い気候から抜け出せずにいます。さすがにちょっと広すぎです。今度の物欲センサーはかなり強力のようね。そこから2分進むと、やっと普通の気温のバイオームが見つかりましたが、普通のバイオームではないです。このキノコバイオーム確か4つ目だったかな。もう数えるの諦めています。4つくらいは数えなさいよ。島の形を確認しましたが、まあなんというか、大きさも形も何の変哲もないキノコ島でした。レアなのだし、そこは嘘でも媚びを打っておくのが礼儀よ。そして35枚目を東に抜けましたが、依然として寒い気候が続いています。これもう私のプレイ史上、最大級の寒い気候に間違いないです。それは良かったわね。なんだかメガタイガにまた逃げ切られそうな気がするのですが。そして全く寒い気候から抜けられないまま、また珍しくもない樹氷表現発見です。それにしてもほんと広いわね。まあでも冷静に考えてみると、ここは東北なんですよね。むしろ寒い気候が広がっているのは当たり前なんです。そうかしら。南半球なら東北は逆に暑いわよ。そして、36枚目を東に抜ける間際にやっと寒い気候から抜けられる兆しが、どうやらここからがメガタイガ探しの本番のようです。などと思っていた頃がありました。ウオーラグさん。もう日暮れ時のようです。海でも日が落ちると企画つくのね。そして37枚目を南に抜けて、38枚目に入ります。今度は陸地がほぼなかったわね。少し進んだところで、ようやく広そうな陸地がありました。今度こそメガタイガ探し本番かしら。でも、早くも残りの探索エリアは地図2枚半分まで減ってしまっているんです。結局いつもの調子が出てきているわね。そして、38枚目を西に抜けて、次の1枚が作る最後の地図となります。東北の遠征では6枚目ってことね。で、地図半ばまで進んだところなのですが、なんだか猛烈に嫌な予感がしてきました。これまでデコボコルートで見てきたバイオーム配置と、目の前にある寒い気候を結びつけると、もはや真実は一つのような気がします。つまり真実は一つぐらいってことね。それから6分ほど進んだところでさすがに確信しました。この先進んでも絶望しかありません。真実が一つに収束してきたわね。そして、地図39枚目を西に抜けました。次は地図34枚目、すなわち東北探索の1枚目に戻ります。まあまだ奇跡ってものがあるかもしれませんが、樹氷表現、なかなか綺麗です。諦めると心の余裕が出てくるのね。そして案の定、東北の遠征は予定通りに終了してしまいました。またもメガタイが発見ならずという結果です。でも遠征の成果がゼロというわけでもない。まあ色々やることを考えておいてよかったです。対策しておいて正解だったわね。そして、ここからが遠征の本番、メサからのネザー経由での直帰です。帰るまでが遠足だものね。そしてメサに向かう途中で、幻の桃色羊に出くわしました。ただこの地点はすでに探索済みですので、この桃色羊は初対面ではなく、おそらく再会なのでしょう。そういえばやや懐いている感じかしら。さて、メサにやってきたところで今回はここまでとなります。ここは前に赤砂を集めたところね。で、
この時点までに黒曜石紛失に気づかなかったので、次回はまず溶岩探しから行わないとなりません。地上では見つけづらいわよ。まあ歩き回ればなんとか。では次回も頑張っていきます。そういえばネザーワープ設置は初挑戦ね。それではまたね。バイバイ。